リストランテキメラの筒井光彦です。今日は豚ロースのポワレ、甘栗としめじのワインソースをご紹介します。今回のお肉料理は豚肩ロースです。ソースとしましては豚がよく脂肪分を貯めるために食べる栗を使いまして、あとキノコの旨味を足してます。栗をローストすることによって香り高い栗の香りとホコッとした食感で、それを赤ワインでまとめたソースとなってます。ぜひ作ってみてください。豚ロースポワレの材料はこちらです。豚肩ロース、しめじ、むき甘栗、ベビーリーフ、赤ワイン、蜂蜜です。それでは豚ロースのポワレの下処理していきます。まずは赤ワインで、ここに蜂蜜を入れていきます。これ赤ワインできればしっかり味がいわゆるフルボディのタイプを選んでいただく方が、色とコクがしっかり出ていいです。ちょっと薄めのものだと仕上がりがちょっと色が薄くなってしまいますので、カベルネやメルローっていうようなボルドータイプの赤ワイン使ってもらう方がより出来上がりは風味と色がいいです。ここでしっかり事前に混ぜておいてください。放っておけば溶けますんで、軽く混ぜていただいて置いておいてもらったら結構です。栗を切っていきます。これもちろん栗茹でていただいて自分で剥いてもらってもいいんですけど、今回甘栗を使います。お手軽でもう剥けてますんで切ってもらうだけでいいです。で、今日は豚肉と合わせますが、豚肉と相性がとても栗はいいのでソースにしております。豚肉の処理です。今日は豚肩ロースにしてます。肩ロースの方が中の筋が細いので、普通のロースより肩ロースにしてもらう方が、油も程よく入ってますし、火を入れた時に硬くなりにくいっていうのがあります。筋が一応あるので、この辺をちょっと切っていただきます。ちょっとつく感じで切ってもらったらいいです。裏表切ってもらうとなおさらいいです。もうこの程度でいいです。フォークとかで刺してもらうっていうのもよく見ると思うんですが、刺しても筋切れませんので、ちょっとしっかり見ていただいて、この辺を切っていただくっていう感じですね。もしくは置いていただいて、包丁のこの辺でこういう形で切ってもらってもいいです。で、塩コショウします。これ赤ワインと合わせますんで、少し胡椒をしっかりめにしていただくと味のバランスがいいです。はい、それでは豚ロース焼いていきます。小麦粉少しつけます。これつけといてあげると、今から栗の入った赤ワインソースにするんですが、勝手にとろみがついてくれます。ですんで小麦粉をつけてください。で、つける量としましては、しっかりつけて、もうしっかりはたく。もう余分な粉はいりませんので、こういう感じでつけていただいたらいいです。それでは焼いていきます。で、フライパンにピュアオリーブオイル入れます。で、必ず温めてください。温めてから焼いていきます。中火ぐらいでいいです。表面焼き色つきましたらひっくり返してもらいます。この厚みでしたら多分両面ちょうど焼き色がつけばもう火が入ると思います。不安な方は一度こういう形で裏返していただいて、まだ焼き色がついてなければもう一度裏返していただいたら結構なので、
1回でしっかり焼き色をきっちりつけようって思わなくても大丈夫です。で、もしここで、豚肉に完全に火が通ってなくても、後でソースに戻しますんで、そこで火を入れていただいても結構ですので、ここは、あまり火の通し加減っていうのを気にせずに、表面ちょっと焼いていただいて、焼き色をつけるっていうぐらいでとどめておいてくれたらいいです。焼き時間としては、もう2分ぐらい焼いてもらえれば十分だと思います。どちらかというと焼きすぎてしまって硬くなる方が美味しくないので、もうこれぐらい焼けたら一度揚げてください。で、揚がったらちょっと粗熱取っていただいて、これを切っておきます。一口ぐらいがいいです。ちょっと中、こういう形でレアでも全然大丈夫ですので、後でまた最後火を通しますので、これぐらい色が浅くても大丈夫です。はい、そうしましたら仕上げていきます。まず先ほどの焼いた油、これちょっと多いので、一度出します。少し残しといてもらっても結構です。ペーパーでしっかり拭かなくても少しあればいいです。で、ここできのこと栗を焼いていきます。きのこの方は火が入らないと食べれませんので、栗はもうこれ甘栗になってますので、そのままでも食べれます。ですので、きのこ先に焼いていきます。軽く塩をしてください。で、きのこじっくり焼いていきます。きのこは油を吸いますんで、もしちょっと吸ってフライパンの中がカラカラになって空焼きみたいになるなと思ったら、逆に少しオイル足していただいてもいいです。火加減は中火ぐらいでじっくり焼いてもらったらいいです。弱火だと焼き色がつく前に水分ばっかりきのこから出てきて、炒めきのこっていうよりは煮きのこ、水炊きみたいなようなきのこの水っぽいきのこになってしまうので、どちらかというとこの水分を蒸発させてやりながらきのこを香りよく炒めていくっていうような形で炒めてほしいです。この辺まで火が入りましたら栗も焼いていきます。もうザザッと入れていただいて、もうきのこは火が通ってますんで、軽くちょっとローストしたきのこのような焼けた焼き栗のような香りが出てくるように、少し切った断面を下にしてもらった方がフライパンにしっかり当たって断面がしっかり焼けますんで。はい。じゃあ栗もちょっと焼き色が焼き栗のような感じで色ついてきてますんで、少し栗も香ばしくなりました。じゃあここで赤ワインと蜂蜜混ぜたものを入れます。はい、もう一気に入れてください。でもうそのまま煮詰めていきます。で、ここで豚肉の火の入り加減が少しまだ生っぽいなっていう方は一緒に入れていただいて、この煮詰めてる間に火を入れていただいたら結構です。もう豚肉がほぼ火が入ってるなっていう方は、もう赤ワインが煮詰まって、もうそろそろ最後仕上げようっていう時に入れていただいたらいいですね。今回の僕の場合は半分ぐらい火が入ってますんで、ちょうど半分ぐらい火が入ったところに入れていきます。はい、でここでソースを
全体になじませます。一回お肉をひっくり返してやったら一番いいですね。で、最初に豚肉につけた小麦粉がここで効いてきます。軽く混ぜてあげるだけでもうとろみがついて、このソースが肉にこうまとわりついてくれます。もうこれでソースできました。で、ここでお肉がまだちょっと生っぽい方はもう少し炊いてもらったらいいですし、もう僕の方は煮絡めてる間に火が通りましたんで、盛り付けていきます。あとお肉。きのこ大きいのできのこも散らします。で、最後に栗とソースをかけます。もう赤ワインと蜂蜜を混ぜたものを最後に絡めただけなんですけど、もうとろみも勝手についてくれてますんで、最後にちょっとこうお肉にかけてもらえると仕上がりがいいです。で、栗も焼いてますんで、ちょっと香りとポコッとした感じが出てますんで、いい感じで火が入ってると思います。はい、できました。こちらで完成です。